人は誰しも人には言えない悩みや迷いを抱えながら生きています。この物語はそんなあなたの心に寄り添い、具体的な3つの気づきを与えてくれます。1つ目は私たちが抱える煩悩の本質について。2つ目はどんな過ちを犯しても必ず救いの道が開かれているという希望について。そして3つ目はその苦しみから抜け出すための具体的な知恵について。古代インドを舞台にした心温まる物語を通じて、現代を生きる私たちの悩みの解決への道筋を分かりやすくお伝えしていきます。紀元前5世紀、古代インドのマガダ国、夕暮れ時の市場は帰路に着く人々でにぎわっていました。その中で一人の女性が急ぎ足で歩いていました。彼女の名はマーヤー。裕福な商人の妻でしたが、その表情には深い悩みの影が見えました。また今夜もあの人は帰ってこないのでしょう。マーヤーの夫デーバは以前は優しい夫でした。結婚して3年、最初の頃は2人で市場に買い物に行ったり、夕暮れ時に散歩したりする日々が続きました。しかし商売が忙しくなるにつれ、デーバは次第に家庭を顧みなくなっていきました。ある日、マーヤーは市場で若い商人アシュビンと出会います。アシュビンは彼女の買い物を手伝い、その優しさにマーヤーの心は癒されていきました。2人は次第に親密になり、やがて密会を重ねるようになります。最初は罪の意識に苛まれながらも、寂しさを紛らわすためにその関係を続けるマーヤー。しかしその心の中では常に不安と後悔が渦巻いていました。もし夫に見つかったら子供たちはどうなるの。そんなある日、マーヤーは市場の片隅で説法する僧侶の姿を目にします。その僧侶はブッダの弟子の一人で、人々に向かって語りかけていました。人は誰しも煩悩を持っています。愛欲の心、寂しさから生まれる執着心。しかしその苦しみこそが私たちを真の救いへと導く道となるのです。マーヤーは立ち止まり、その言葉に耳を傾けました。僧侶は続けます。不倫や浮気は確かに罪です。しかし仏の教えはその罪を犯した人を責めることはしません。なぜその人がそのような行為に至ったのか、その苦しみや寂しさに目を向けるのです。その夜、マーヤーは自室で涙を流しながら深く考えました。自分の行為は確かに間違っていた。しかしそれは深い寂しさと愛されたいという思いから生まれたものだった。右肩の荷物を左肩に移すように、一つの苦しみから別の苦しみへと移っただけだったのです。翌日、マーヤーはアシュビンとの関係を終わりにする決意をします。そして夫のデーバとも正直に向き合うことにしました。私の心の中にある寂しさとあなたへの思いを伝えたいの。デーバは最初驚き怒りましたが、妻の正直な告白に次第に心を開いていきます。2人は長い時間をかけて話し合い、お互いの気持ちを理解し合っていきました。その後、マーヤーは定期的に寺院に通い、仏の教えを学ぶようになります。そこで彼女は大切なことを学びました。人は誰しも弱く煩悩を持っている。しかしその煩悩に気づき向き合うことこそが真の幸せへの第一歩なのだと。時が流れ、マーヤーとデーバの関係は徐々に修復されていきました。デーバも仕事一筋だった生活を見直し、家族との時間を大切にするようになります。ある夕暮れ時、2人で市場を歩きながらマーヤーは思います。人は誰しも間違いを犯す。でも
その過ちに気づき向き合い乗り越えようとする心があれば、必ず救いの道は開かれるのだと。僧侶の教えは今も市場に響いています。煩悩で苦しむ人々を救うのが仏の願い。どんなに重い罪であってもその人の苦しみを理解し救おうとするのが仏の慈悲なのです。マーヤーの物語は多くの人々に語り継がれ、苦しみの中にある人々に希望を与え続けました。不倫や浮気は確かに重い罪です。しかしその行為を単に非難するのではなく、なぜその人がそのような選択をしたのか、その苦しみに目を向け理解しようとする心が大切なのです。そして何よりどんな過ちを犯しても真摯に向き合い改める意志があれば、必ず救いの道は開かれているという仏の慈悲の教えは、古代インドから現代まで変わることなく私たちの心に響き続けているのです。夕暮れの市場に響く鐘の音は今日も人々の心に安らぎを与えています。それはどんな人にも救いの道があることを告げる慈悲の音なのです。この物語から私たちが学べる仏教の教えについて、いくつかの重要な点をお伝えしたいと思います。まず、仏教では不倫や浮気を邪淫という重い罪として捉えています。これは単なる道徳的な戒めではなく、その行為が必然的にもたらす苦しみの連鎖を説いているのです。マーヤーの物語でも見たように、不倫は一時的な心の安らぎをもたらすかもしれませんが、それは右肩の荷物を左肩に移すようなものに過ぎません。しかし、より重要なのは、仏教がこの罪を犯した人を決して見捨てないという点です。むしろ、その人の苦しみに深い理解を示し、救いの道があることを説きます。なぜなら、仏教では全ての人間が煩悩を持つ存在であることを認識しているからです。物語の中でマーヤーが経験したように、不倫の背景には多くの場合、深い寂しさや愛されたいという切実な思いがあります。仏教はその苦しみの根源にある煩悩を見つめ、向き合うことを教えています。そして、その気づきこそが、真の救いへの第一歩となるのです。さらに、仏教は慈悲を非常に重視します。他者の過ちを単に非難するのではなく、その人の苦しみを理解し、救おうとする心です。デーバがマーヤーの告白を最終的に受け入れたように、理解と慈悲の心があれば、どんな関係性も修復の可能性があるのです。このように、仏教は人間の弱さを認めながらも、必ず救いの道があることを説きます。それは、私たち一人一人の中にある煩悩と向き合い、乗り越えていく勇気を与えてくれる教えなのです。最後に、この物語が教えてくれる最も大切なメッセージは、どんなに深い闇の中にいても、必ず光は差し込んでくるということです。それが仏の慈悲であり、私たちに示された救いの道なのです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお話があなたの心に響くものでしたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。